この動画では2023年式 CX30 eSky Active G マイルドハイブリッドに乗って感じた特徴をピックアップしていきます。動画は快適性、内装、ボディ見切り、さらにどうでもよいようなつまらない話と大きな声じゃ言えない話、そんな感じで続いていきます。2023年式 CX30 で感じた印象を30秒でまとめます。受ける印象は特別感。実用っぽくなくて特別感が強調された246万円。見た目美しい都会派 SUV。乗れば綺麗な路面で素晴らしい。両方合わせて超都会派 SUV。スタイリングはどっしりかつ雑味少なく、インフォメーションも感じられます。乗り心地は一定以上の入力でリアサスから突き上げを感じます。静粛性はノイズ音色に魅力あり、中高域が抑えられたマイルドな音質。リアシートスペースはおおむね B セグコンパクトくらいのイメージ。ライバル車は何ってくらいに個性強く主張強く、長所も短所もらしさ満点です。以上、気になる点ございましたら動画かホームページをご覧いただければと思います。では前置きはなしに具体的な印象、ハンドル握っての印象から述べていきます。一言で表すと、スローで重くてネバッとしたフィールで効きも良い。さらに振動的な雑味が少なくてインフォメーションも感じられます。ハンドル回すとステアリングギア比が少しスローに感じられました。ステアリングギア比というのはハンドル回す量とタイヤの打角がつく量の関係。スローというとね、たくさん回す方向です。自分の感覚からすると、なんとなくスローというくらい。そして回し心地は中心付近から重い。固められてるというよりはネバッと重くてね、また時速80キロぐらいになるともう一段重くなるような感覚です。それでいてハンドルの利きは良くて、グイッと回せばグググッと曲がろうとします。こういった部分、個性的に思う一方で違和感感じるほどじゃなくて、こういうのも良いよねって思いました。そして素晴らしく良いねと思ったのが次の部分。アイドリング時を除いてハンドルに伝わってくるエンジン振動は本当にね、本当に微量です。また綺麗な路面ですと路面からのザラザラもよくカットしてくれているのがわかります。これにプラスして路面の感触をドライバーに伝えてくれるステアフィール。うねりでは進行方向変わりそうなのかなっていうのをね、少し伝えてくれて、段差ではね、カコンというフィールを少し伝えてくれます。これがめちゃくちゃはっきりっていうわけじゃないんですけれども、雑味がカットされているからわかりやすい。伝える情報が取捨選択されているくらいの、そこまでの印象を受けました。内装です。内装は別に動画アップしていますのでダイジェストでいきます。まずフロントシート周辺、セクシーとか色っぽいとか表現したくなる優雅さを感じます。わかりやすいのはインパネからドアへの接合部。上の方のパネルがね、ラウンドしてつながっていて一体感が高いです。包まれ感という印象も与えてくれます。自分がすごく良いなと思ったのはドア内張りの質感。部品点数多く大味さを感じず、それどころかね、繊細と思えるようなメッキの使い方ですとか、一言で表せば練り込まれた華やかさ、そんな言葉が頭に浮かびます。素材感というより形状とかね、作り込みが素敵です。それからセンターコンソール、力強い大きさと多くのボタンが並んでいます。スイッチは多ければね、それだけで立派に感じやすいのですが、表面加色も立派です。機能的には直感的なナビのね、ナビのモニタータッチ操作に対して、機能とかスイッチの位置とか覚えなきゃいけないです。でもその分ね、オーナーだけの特別感っていうのはね、あると思います。たくさんボタンのあるマウスなんかと同じような感覚ですね。続いてリアシート。リアシートは CX30 のね、弱点というか優先されていない部分と思います。それはスペースとか着座姿勢とか、イメージ的に誤解あるかもしれないですけれども B セグコンパクトカーレベルと思っておけばね、そんなに外れてはないと思います。で、良いのは乗降性。乗りやすくて降りやすいので、例えばお子様とか小柄な方でしたらまたね、違った印象になるのかなって思います。追加で装備面、246万円で何でもついてくる CX30 ですが、一つだけね、スマートキーがリモコンキーになります。ドアがタッチ操作でね、開閉しないで、でもそういった形はしてるんですけれどもね、
で、結果、ロック開閉はリモコンキーでした。では続きまして、静粛性の印象です。CX30 の車内で聞こえるノイズは、音的にマイルドな音質というのに特徴を感じました。ある意味、欧州車的というか、そこから連想する高級感というか、そうした静粛性です。全体的に人間の耳が敏感な音域がカットされていて、耳障りでなく、逆に低周波のね、ゴーゴーとしたノイズは大きいです。でもここもね、しっかりマイルドと感じられる音質に仕立てられていました。なので、何でしょう、もう本当に低い音域とか、その中でも取捨選択して、うるさくなくて子守音が気にならないぐらい調整されているんでしょうかね。ちょっとね、ぜひメーカーの方とね、話聞けたらなーなんてね、思ったりもしちゃいます。でね、本当子守音が気にならない範囲で、そのタイヤのゴーゴーとした音を聞かせてくる。そんな感覚です。ちょうど先日、日産ノートオーラに乗りまして、オーラはね、低音域がしっかりカットされたタイプの静粛性でした。それと比較すると、この CX30 は、やっぱり聞かせる部分は聞かせるみたいな、欧州車的なのかな。で、日本の高級車的なね、オーラと、この静粛性だけでもね、どっち選ぼうかって、もうすごいね、大きなポイントになりそうなね、ところだかと思いました。で、続いて、乗り心地の印象。CX30 はもうこのね、優れた長所をいっぱい感じましたので、もうはっきり言えます。乗り心地はあんまり良くはないかなと。フロントサスペンションはね、普通に固めのちょっとゴツゴツするくらい。で、リアサスは一定以上の入力があるとね、バンと強い突き上げを伝えてきます。強い突き上げですね。で、運転席に乗っているとね、そのリアの突き上げとかあんまり気にならないんですけれども、むしろね、リアサス柔らかいじゃないって。これフロント固めのリア柔らかめのバランスだよね、くらいなんですけれども、リアシートに座るとね、突き上げを感じる部分が感じる時がありました。じゃあ、ちょっとね、このボディデザイン、これ自分すごい好きなので、少しだけね、述べさせてください。まず自分が一番好きなのは、この横から見た時の形状。で、これをシルエットというかね、全部塗りつぶしたものをシルエットなんて呼びますけれども、そうした時ね、すごい美しいんじゃないかなっていうね、この形状が好きです。で、あともう一つがね、このつるんとしたパネルのこのなんて言いますかね、面っていうんですかね、滑らかで角張っていない。で、この辺少しね、くびれてるようにも見えて、で、リアフェンダーに行くに従って膨らんで、またその上のね、クォーターパネルはへこんでいる。この辺のね、へこんだり膨らんだりというのがね、すごく優雅ですよね。ちょっとね、これボディカラーがシルバーなんであれですけれども、濃い色の車とかでしたらね、もしくは定番の赤い深みのある赤でしたら、もっとね、コントラストが強くついて、立派にね、大きく、輸入車だったらプラス100万円はするでしょうみたいなね、車に見えると思います。あとね、もう一つが大きくて太いこの樹脂のパーツの部分。前のフェンダーからリアバンパーまでね、つながっています。ごめんなさい。前のバンパーの下からですね。でね、これネットで検索すると、ボディ同色にしている車とかね、見ることができます。で、自分それ見てね、これもいいねと。SUV らしさを取るか、クロスオーバーらしさを取るか、みたいな感じも受けまして、それ見てるだけでね、楽しかったです。でね、こういうのを誰かと話しながら見たら、すごい楽しいと思うんですよ。でも、あんまり話す人いないっていう方でしたら、今度ライブ配信できるようになりましたらね、遊びに来てくださいましたら、一緒にね、そういう分かりやすいところの魅力、いろいろ喋りましょう。話戻って、エンジンと加速や減速に関する部分、今回自分たちにとって初めてのね、マツダ式ハイブリッド、マツダ式マイルドハイブリッドでした。で、別動画でね、これ長々と触れちゃっています。なので、最も触れない部分をここでは一つだけ。それはブレーキです。マツダだったら扱いやすく調整してくれているはずなんてね、思っていたんですが、思ってた先入観あったんですけれども、CX30 のマイルドハイブリッドですと、ごめんなさい、そんなに良くはなかったです。理由の一つはアイドリングストップ。車両停止前にエンジンが止まります。ここでブレーキフィールが変わるというか、ここでペダルをね、緩めすぎて減速力を抜こうとすると、エンジンが始動。で、車がね、スコンと前に出ようとしてギクシャクしちゃいます。また、何でしょう、エンジン停止状態のまま完全停止しようとすると、
いつの間にか止まっていたようなブレーキはね、なかなか難しかったです。1日乗ったぐらいですとね、もうほとんどできませんでした。で、気にするぐらいでしたら、アイドリングストップ切っちゃえばいいです。でもね、再始動が心地よいマイルドハイブリッドですから、切ったらいいのか切らない方がいいのか、ちょっとね、勝手に悩みました。この下あたりきっとね、燃費と扱いやすさのバランスを取ってくれるはずだと、メーカーがそうしてくれるはずだと信じています。それ以外ですと、タッチが結構軽めでね、初期の効きが、何でしょう、マツダにしては強そうと思いました。でも、特別な印象とはね、ならない範囲です。続きまして、ボディ見切りと車両間隔の取りやすさ。A ピラーとドアミラー、これが比較的ドライバー寄りに位置している感覚です。近いって意味です。自分はどちらかというと、後ろより低めに座るのが好みですので、この状態で走りやすかったです。交差点などで A ピラーは邪魔に感じず、ドアミラーも見にくくない。そして少し体を起こせばボンネットも見える。前寄りに座るより、なんでしょう、少しね、足を伸ばし気味に座って、全体がまとまっているような印象を受けます。気になった部分もあります。着座位置や着座姿勢から前が長く感じられて、例えば、上り坂での T 字路、一時停止した後のね、発進とか神経使いました。あと、ウエストラインが高いので、ウエストラインってね、ボディのその金属の部分とガラスの部分の境目です。ここが高いので、真横の低い位置はね、つかみにくかったです。感覚がつかみにくかったです。これもね、このあたり特別感とね、感じてしまう自分もいます。そう思うのも素敵ですし、でもそうは言っても、好きな車乗るためなら多少の苦労も気にならず、そんなことはなくて、もう全然そんなね、苦労ってほどではないです。今回のどうでもよいようなつまらない話は、エンジンルームもちょっと美しいという話。ボディが美しい CX30 は見えないところも美しい。ということでね、一瞬だけそのエンジンフードのね、下の美しさをちょっとだけね、出させてください。じゃあお願いします。このエンジンフードがすごく重いんですよね。これ CX5 もそうだったんですけれども、これなんで重く作られているのかご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。フロントのインサイドパネルが結構上まで来てるんですよね。で、ここがもしかしたらかさ上げされている部分がこれで隠されていて、かつこれがインシュレーターっていうかね、静粛性のために外に音を逃がさないような作りをしているのかと想像できます。で、あとこれマイルドハイブリッドの、ISG という部品、多分ここの見えるこれだと思います。通常ですとオルタネーターがあるところですね。それからあとね、こっち側、マツダらしいと言いますか、この手前側がね、エアクリレゾネーターボックス、それからインマニにつながるね、この短いパイプで、その後ろのバッテリーが来る、この作りね、自分好きなんですよね。こうやって見ても美しいなと思います。今回の大きな声じゃ言えない話は、言われなかったら気づかなかったと、同僚に言われちゃったので、本当にね、大きな声じゃ言えない話です。さらっていきます。場所はフロントシートの座面、固めに感じられるのですが、2つの尾てい骨のところだけ沈み込んじゃっているような印象です。なんでそう感じるのかといえば、尾てい骨以外の部分で盛り上がってるのを感じるから。それがどこかというのは気にしないでください。ここちょっと違和感でしたので、でも CX30 乗って違和感と感じたのはこのシートくらいでした。ということで受けた印象はこのような感じでございました。特徴が個性的で長所はめちゃくちゃ良くて、特別感の塊みたいなキャラクター。特にこの特別感というのはね、強く感じまして、また大きな魅力だと思いましたので、ここにポイントを当てた動画を別にアップします。これ合わせて CX30 では全部で6本前後になる予定です。特徴が強い車なので動画作りも楽しんで行えています。よろしければチャンネル登録やいいねボタンで応援いただけますと嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。